こんにちは、ギターウクレレ講師の安治川正宏です。ちょっと皆さんにね、いつもみたいにまたご質問なんですけども、最近新しい音楽って何聴いてます？新しい音楽っていうか、なんかご自身の中での新しい音楽体験みたいなのね、そういうのあります？なんか結構僕もね、もう40も過ぎて、もうね、なんか古い音楽というか、新しい音楽体験ってあんまりね、年齢を重ねるごとにしなくなっていくんじゃないかなってふと思ったの。いや、っていうのが、最近自分が聴いてる音楽って大体数年前からこう更新されてないなというか、なんか相変わらずなんかこの人の音楽を聴いてると安心するなとかね、あるじゃないですか、そういうの。そう、なんかこの自分の好きなミュージシャンの、ルーツになるような音楽をこう昔は漁ってたんですよ。例えばあるロックバンドの、音楽が好きになったら、そのロックバンドの、誰々さんが好きな、ミュージシャンがこのブルースマンでとかで、このブルースマンが好きな、そのミュージシャンがこのもっとなんかこう古い音楽でとかっていう、どんどんこう遡っていってね、音楽体験をこう、広げていくようなことって昔はよくしてたんですけど、そういうのはあんまなくなったなと思って。で、あんまりそうすると、そういう風な習慣がなくなると、新しいミュージシャンをね、発掘するというか、自分の中でですよ。もちろん世界的には有名でも自分が知らなかったりっていっぱいあるじゃないですか。自分の中であんまりこう新しいミュージシャンを発掘していくっていうのがなくて、なんかなーってなるんですけども、ここ最近ね、また YouTube とかっていうのもありまして、SNS でね、いわゆるそのすごく有名なミュージシャンの演奏もよく見るんだけど、なんかふとさ、別になんだろう、レコードも出してないんだけども、ものすごく上手い人とか、なんかものすごくかっこいい人とか、ちょこちょこ出てきてるじゃないですか。てかいろんな人の演奏を聴けるようになったという、昨今ね。これってすごいことだなと思って。で、最近僕がね、むちゃくちゃ注目してる人がいるんですよ。はい。アジア人でございます。ポンポンチェンっていうね、もう超可愛くて、むちゃくちゃギター上手くて、なんだろうな、歌もうまいという、もう反則技だなみたいなはい、そういう方がいます。ポンポンチェンさん、台湾の方なんですけどね。で、この方の YouTube を発見しまして、動画でね見まして、うわ、これはすごいぞと、思いまして、今大注目しております。もう僕個人的に大注目しております。またね、ジャンルも演奏ジャンルも僕が好きなジャンルだからなんですよね。いわゆるその古いスタイルのジャズ、スイングジャズが主だと思うんだけども、はい。なのでその辺好きな人はもうね、この人の演奏一回聞いてみてほしいです。多分ね、おじさま方だったら、僕ら世代だったりとか、僕らよりも上の先輩方だ言ってない先輩方だったりとかはなんかなかなか可愛いのに、演奏もしっかりしてるな、歌もうまいな、パフォーマンスも素晴らしいなって思うかもしれない。結構ね、日本人のおじさまにはファンがつきやすいんじゃないかなと、もう僕はね、なんか一気にファンになっちゃいました。はい、ということで、今日はですね、なかなか有名な方ではないかもしれないけれども、僕が個人的に大注目している、ミュージシャンでございます。ポンポンチェンさんの、プロフィールというか、その辺をちょっと探ってみました。よろしくお願いします。FM じゃないよ、アジラジオ。さあ、ということでいかがお過ごしでしょうか。アジラジオ第94回目の配信ということになりまして、2025年5月27日の火曜日に収録しております。もう5月も終わりに差し掛かりまして、なんかね、1年ももうあっという間になんか過ぎていくんだろうななんてここ最近思ってますけど、ゴールデンウィークも終わってね、ちょっと一通り、なんかこうやることやったかなみたいな、一段落したなみたいなっていうのが、僕が先週末かな、だから先週と先々週と、結構イベントが多くてですね、演奏だったり、司会のお仕事なんかもさせていただいたり、とある音楽フェスでね、やらせていただいたりとかっていうのもあって、そうバタバタしてたんですよ。そうバタバタしてて、ちょっとねコメントたくさんいただいてるんですけど、最近ちょっとなかなかコメントにね全てにお返しできてない状況が続いております。もう全部読んでます。はい、チェックマークついてないけど全部読んでます。ただなんかコメント返そうかなと思って、なかなかこう
しっかり読んでこう返さなきゃと思ってね。でもね、なんか最近思うんだけど、もしかしたらもう本当ね、コメントすごく嬉しいし楽しみにしてたりするんですけど、量がねいつもよりもこう増えてきてるなと、ここ最近思ってまして、もうこれは本当嬉しいことなんですよ。嬉しいことなんだけども、だからもしかしたらどっかのタイミングで全てのコメントにお返しするのはちょっと難しくなるかもしれないけど、なるべく頑張りますんで、はい。ね、なんか緊急性の高そうなやつだけはささっと返そうかなとか思ってますけど、別に緊急性高そうなことをコメントでやる人もねいませんけどね、そんなね、はい。ちょっとうちのお母さんが今ちょっと大変なんですとかっていうのをコメントに書く人はまだいないからね、はい。なんか以前出したね動画でトーン X ですよね、トーン X のアプリに関することで、動画出してるものについてちょっとこれわかんないんですけどみたいなコメントが来て、ちょっと返せるものに関してはちょっと早めに返してあげたいなっていうのでね、ちょこちょこ頑張っておりますけど、まあそんな感じで、ただちょっと今後ね過去の動画は特に古い動画に関してはパパッと返せない可能性が高くなってきてるかなみたいな頑張ってはいるんでちょっと許してください、その辺ね。はい、ということでございますけども、はい、ちょっと話脱線しましたけども、新しい音楽ですよ。新しい音楽っていうか新しいミュージシャンですね、今回の場合ね。音楽自体は古いんですけども、新しいミュージシャンなんかおすすめ誰かいます最近？皆さんどんな音楽聴いてるのかな？僕はだいたいギターが好きなんで、ギターが鳴ってない音楽はあんまりね聞くことがないんだけども、そうやっぱねギターが入ってる音楽を聴きがち、9割方ギターが入ってないとなんか聴こうかなっていう気にならないっていうね、それぐらいギターバカでございますけれども、そう大好きなのよ。だから別にそれがねジャンル何でもよくて、本当にクラシックでも、ジャズでもブルースでもロックでもね、なんかギターが入ってたら大体聴くなみたいな。あとはギターじゃなくても聴くのは弦楽器かな。弦楽器の音がやっぱね結局好きなんだと思う。そうバイオリンなんかも好きですよ。はい。最近有名なね日本人の若い女の子でね、すっごい、ギタリストじゃないバイオリニスト いらっしゃるじゃないですか。もうあの方も僕見ても号泣ですよ、いつも。すっげえなーっつって、もう人生何回生まれ変わってんだろうみたいな、なんかそんな風にわかんないけどね、そんなのねちょっとスピっぽい話になっちゃうけど、いやなんかもう何回生まれ変わったらこんな風に弾けるんだろうなみたいな。いやわかんないけど、もうね才能だけじゃなく努力もすごいとは思いますけど、当然うまい方っていうのはやっぱ努力されてますからね、絶対ね。想像もつかないぐらい練習してると思います。はい。僕も一応ギターの講師っていうのをねやらせていただいておりますけれども、だからそれなりの練習は最低限してるとは言い難いわかんないでもしてる方誰を基準にっていうのによるけど、ちょっとはしてる、ちょっとはしてる。でもトップミュージシャンからしたら練習してるうちに入んないだろうね。なんかそれこそさっきねちょうどオンラインレッスンやってて、さっき生徒の方でね受講していただいてる方でそんな話になったんですけど、やっぱトップミュージシャンって本当にすごい人って多分ね朝起きて練習始めて、でそれからもうご飯ともうおトイレとかね、なんかそういうちょっとこう身支度じゃないけどそういうこと以外は寝るまでずっと弾いてると思うんですよ。弾いてなくてもずっと音楽のこと考えてんじゃないかなみたいな、もうそんな漠然としたイメージですけど、もちろんそうじゃない方もいらっしゃるかもしれないけど、でもそういう時期が多分数年は絶対あるはずなんですよね。いやでも勝手な僕の想像ですよこれも。でもそうじゃないともう説明つかないぐらいなうまさですよね、トップミュージシャンってね。本当に才能だけっていうのは難しいんじゃないかなと思う。才能はもちろん大事ですけれどもね、そんなね話をなんでしてるかっていうと、今日取り扱いしますポンポンチェンさんのプロフィールを調べてたらね、すごいなと思って、アジア人ですよ。台湾人。なんかね最近このチャンネルで台湾の方の特集が多い気がするんだけど、たまたまなのか何なのか、なんかねそれこそデニスさんってね、デニス・チェンさんの、ギタリストですね。
スイングギタリストというかジプシージャズギタリストというか、その方の特集を組んだからか分かんないんですけども、僕の YouTube のおすすめに結構ね台湾の方の、台湾ギタリストっていうんですかねがちょこちょここう出てくるようになりまして、で見るわけですよ。うめえのなみんな言い方があれだけどうまいのよ。いや台湾の方もうまい人多いですね。でその中で、僕が好きなジャンル、特に好きなジャンルの中にスイングジャズっていうのがありますけど、ジャズでもねちょっと古めなジャズというか、いわゆるそのモダンジャズよりもちょっと前のイメージですけども、ギターもこうなんかチャッチャッチャッチャってこうよくこう四つ切りとかっていうのかな、チャッチャッチャッチャって弾いたり伴奏するときはねそういったスタイルのギターだったりするんですけど、リード取るときはちゃんと単音でね、アドリブしますけど、そういうそのスイングスタイルのジャズだったりジャズギターっていうのは大好きなんですけども、そういったスタイルを演奏する女性のギタリスト、しかも歌も歌うってことで、なんならスキャットもするわけですよね。歌もするからね、ジョージ・ベンソンですね、女の人版のジョージ・ベンソン。はい、いやうまいのよ。でうまいだけじゃなくてね可愛いのよ。はい、これねずるいと思った。はい、身長はどのぐらいなのか分かんないけど、なんかパッと見た感じ、映像で見た感じそこそこ、ある感じもしましたけど、ねすごくチャーミングな、やたらとギターがうまい、そして歌もねなんか私うまいのよ的な感じじゃなくて、いやうまいんですよ、ピッチも全然ずれないし本当にうまいんだけども、なんかサラサラっと歌う感じでねすごく好感が持てる。なんかこってこてな歌を歌う人が好きな人にはちょっと物足りないかもしれないけどね、そう、ということでねポンポンチェンさん本当におすすめなんで、僕ここ最近、ちょっとプロフィールねご紹介します。台湾の方です、ポンポンチェンさん。これ漢字の読みが何て読むか分かんないけど、一応、英語というかそうね英語だよね、英語読みでポンポンチェンさんという方だそうです。2025年の現在で23歳。いや非常にお若い方ですけども、職業一応ねジャズシンガー、ジャズギタリスト、シンガーソングライター、作曲家っていう風になってます。はい、で活動してる場所ですけどもアメリカロサンゼルスで現在活動中でございまして、使用している楽器なんですけども、ギブソンの ES175 でございます。ナチュラルの175を使ってる。これがまたね似合ってかっこいいです。はい、彼女のね音楽的なキャリアなんですけども、ですね台湾出身のシンガーソングライターっていうのは先ほどお話しましたけども、もともとねちっちゃい頃はクラシックとかジャズとかにもともと興味があった方だそうで、そうなんですよ。でね、ピアノ弾くんですよ彼女。そうピアノを割と弾く。で、12歳の時にこれ何のコンテストか分かんないんですけども、音楽のコンテストに出場してとかっていうこともやってた。そこでなんか賞取ってたりとかすんのかな。はい。でとにかくそんな感じでもともとちっちゃい頃から音楽にはかなり携わってはいたそうです。で、高校大学でですねなぜか演劇を専攻して、舞台女優というかなんかそっち系のなんか演技の方のお勉強もされたそうです。そうなんだね。だから芸能活動をしてたのかもしれないですね。で15歳から、ボーカリストとして、プロのボーカリストとして活動を始めたそうで、台湾の国内外のイベント、テレビ番組、劇とかねそういうものに、出てたということだそうです。でここからがすごいんですよ。ここまではなんか台湾の芸能人なのかなみたいな感じじゃないですか。でここからが2020年って言ったらちょうどパンデミックの頃だそうですけども、はい、この頃に、自宅でね、だからこの頃まだ台湾に住んでたんじゃないですか、自宅でジョージ・ベンソンの演奏動画かなんか見たんですって。でそれでこれだと思ったらしくてそれもなかなか珍しいんですけどね、ジョージ・ベンソンにすごくこう惹かれたらしくて、でこれはもうアメリカ行かなきゃっつって思ったらしいんですよ。で2022年に、アメリカに行きます。はい、単身行くのかな、
大学中退して単身、アメリカに渡ります。はい、だからこの方はそれまで大学在学してる中で芸能活動やってた方で、もともとだから今ジャズやってますし、ジャズミュージシャンとしてご紹介してますけども、彼女の、YouTube のチャンネルを見ると初期の作品はポップスやってるんですよ。そのポップスの動画が何個か上がってます。そうで今はもう完全にジャズの人なんですけどね。で2022年にアメリカに渡りまして、ロサンゼルスの、ミュージシャンズ・インスティュートっていうところに入学するそうで、これはだから専門学校なのかな大学なのかなちょっとよくわかんないんだけど、音楽学校です。はい、僕はちょっとここ、よくわかってないです。はい、そこに入学します。そこで、ジャズギターと即興演奏、アンサンブル、音楽理論について本格的に学ぶということで、2024年だから今から5年前でしょ。そう5年前ですよ。でそれまではまだいわゆる本格的にジャズの勉強とかしてないんですよ。もちろんポップスの、楽曲とかは自分でこう曲作ったりとかしてね、表現はしてたんだろうけれども、そういう映像も残ってますし、でも本格的にジャズの勉強を始めたのが、2022年から5年じゃないわ。だから3年だ。まだアメリカ渡って今年で3年ですよ。はい。で、そのね大学か、専門学校かよくわかんないですけども、在学中にね、ジャズギターのこの方、ちょっと僕よくわからない方なんで、もう勉強不足で申し訳ないんですけど、マーク・カーリーっていう人だったり、ちょっと読み方がもし間違ってたらごめんなさい。ブロースわかんないけど、フォーマンさんっていう方だったり、であとねフランク・ビニョーラ、これは僕がね大好きなギタリストの一人です。フランク・ビニョーラからも習ってる、スイング系のギタリストでやたら上手い人ですけど大好きですね僕この人。そんな方々から、そのギターを習うというか音楽を習うというか、はい、だからその学校でそういう人たちが先生として教えてたんでしょうね。そういうことらしいんですよ。で、2022年に、向こう渡りまして、もう今やもうびっくりするぐらい上手い人になってるということで、ぜひですね YouTube の動画で彼女の演奏たくさん見れますんで、ギター見てほしいです。むちゃくちゃ上手いよ。はい。いわゆるそのオーソドックスなスイングスタイルのギターですけどね、ジャズギターですけどね、モダンなジャズギタースタイルをこう求めてらっしゃる方はなんか普通だなって思うかもしれないけど、その普通なジャズギターを弾くって結構難しいですからね。結構難しいです。コードもたくさん知ってなきゃいけないし、なんか定番のこのなんかこうフレージングだったりもあるし、で彼女の演奏スタイルっていうのはやっぱり基本的なジャズのこうなんだろうな、古いスタイルっちゃ古いスタイルですけども、こうコードトーンを中心としたね、フレージングに僕は感じます。はい。大変好みな、ギタースタイルでございます。しかもそこにスキャットを織り交ぜて、もうそれこそ女性版のさっきも言いましたけども女性版のジョージ・ベンソンみたいな、パフォーマンスをします。可愛いのよずるいのよ。そうめっちゃ可愛いの。そうそれがまたね本当にこうドレスでさ175を構えてスキャットしながらそのメロディーをこうアドリブでねギターも弾くっていうずるいで、ギターの伴奏もうまいしね。ギター1本で、歌いながら弾いてる動画とかも出てくるんですけども、すごくいいです。はい。本当になんだろうな、なんか歌は個人的にはこうダイアナ・クラールとかのちょっとこうハスキーな感じがなくなったような感じというか、アジア人だなっていう声なんだけど当然だから、もしも日本人で女の方で、歌とギターを極めたらこの人みたいになるのかなみたいな、そんななんとなく、そう日本の方も結構ね好みなお顔立ちなんじゃないかな。僕はもうすごくチャーミングに見えます。はい。
で、ちょっと、またプロフィールに戻りますけども、中国の方の人気番組で、カムシング・ウィズ・ミーさんっていうのがあるんですって。で、これにも出てるそうなんですけども、このね、番組で、初回の放送の、動画の再生数なのかな、よくわかんないけど、これが5億4000万ビューを記録してるってことで、一応プロフィールで出てきております。5億4000万回の再生もうわからないね、よく。はい。うちのチャンネルせいぜいね、平均数百とか数千とかが平均なんで、弱小チャンネルでございます。皆さんよろしくお願いします。はい。ともかく、すごくね、反響を呼んだそうです。向こうの方でもね。で、台湾と、中国でよくコンサートをしていたということなんですけども、現在は、アメリカの方でね、結構有名なジャズバーでやってるそうですよ、最近。僕はね、アメリカ行ったことないんでよくわかんないですけども、お名前挙げると、ザ・ベイクド・ポテトっていう、これなんか聞いたことありますね。っていうジャズバーだったり、サム・ファーストっていうとこだったり、ザ・ヨークっていうとこだったり、なんか、そういったいろいろ結構有名なジャズバーで演奏してるそうで。だから YouTube の動画で上がってくるのはそういうところですかね。すごくね、素敵な動画なんですよ。彼女のバンドを組んでるんですよね。彼女を中心としたリーダーバンド組んでるんですけど、彼女自身が歌とギターでしょ。で、ピアノでサックス、ベース、あとドラムみたいな感じでね、6人編成の、グループを組んでよくライブやってるんですけども、演奏中に客席とかがこう映るんですよ。そうするとお客さんがもちろんアメリカの方々ですよ、お客さんがこうね踊ってんの。そう、ツイストかなんかよくわかんないけど、なんか踊ってんの。ツイストなわけないか。はい。なんかそれがね、なんか古き良き時代の光景だなみたいな。こんな感じだったのかな当時もみたいな感じですごく素敵な動画が多いです。はい。そうなんです。でちなみに、2024年に、アーティストビザを取得しております。はい、結構詳しいでしょ。ここまで詳しく彼女のことを調べてる、YouTube で言ってる人もいないんじゃないかなと。はい。なので、もう24年、だから去年ですね。去年アーティストビザ取ってるんで、もうアメリカでバリバリ活躍できる状態でございます。はい。そうなんですよ。で ABC ニュースなどのアメリカのメディアでも取り上げられておりまして、注目のアジア人アーティストの一人として紹介されているそうということだそうです。いやー素晴らしいですよね。ちなみにね、彼女175ギブソンの175のギターをね、ナチュラルのね、あれを使っておるんですけども、あれを、譲った方がね、僕この方全く知らないですけど、台湾の方ですね。これなんていうの？ゲディリンっていうの？ジェディリンっていうのかな？ちょっと読み方わからないです。はい。っていう方が、175を譲ったそうです。一応ね、言っとこうかなみたいなはい、思いましたけど。そう。ナチュラルの175がまたかっこいいのよね、彼女はね。はい。ということでございます。ぜひですね、本当に、お世辞抜きで音楽は素晴らしいです。歌もすごく素晴らしいし、チャーミングな、パフォーマンスで。なので、ぜひ、この手のジャンル、スイングジャズとか、いわゆるジャズギター、そして、ジャズボーカルですかね。歌物のジャズも好きな方は、ぜひ見てみてください。絶対ね、こう日本でも流行りそうな気がするんですよね。はい。ということでございます。FM じゃないよ。アジラジオ。さあ、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、ポンポンチェンさんの、プロフィールについてダラダラと喋っておりますけども、すごくない？だってさ、それまでに音楽的な教育を受けてるとはいえ、アメリカに渡って、大体2年ぐらいですよ。2年ぐらいで、とんでもない演奏能力を身につけてるということで、本当にうまいからね。本当にうまいんで見てみてください。たった2年ぐらい、もちろんその前の音楽的な土壌っていうのがすごく影響してると思いますけども、だから彼女はマルチプレイヤーなんですね。ピアノも弾ける、歌も歌えて、ギターも弾ける。ギターはしかも、アドリブバリバリできるっていうね。はい。
たった2年ぐらいでね、こんなに上手くなるのかっていう。才能っていいなみたいな、羨ましいなみたいな思う方もいらっしゃるかもしれないです。そうで、歌もうまいし、発音ももちろん当然いいですしね。発音って英語のね、発音。彼女の、そのプロフィールっていうか、ことを取り扱ってるインタビューの記事なのかな、何なのかな、ちょっとそれもね、僕が読んだやつ、下にリンク貼っときますけど、その中で僕が大好きな、先ほども言いましたけど、フランク・ビニョーラさんだったり、あとね、ジプシージャズギタリストのヨショー・ステファンとかとも交流してるんですよ。これだから僕としてもね、結構好きなジャンルの界隈にいる方なので、今回ね、そういうこともあって取り上げたっていうこともありますけど、これ写真がね、羨ましいんですよね。2024年2月の26日の写真、これ。そう。すっごい素敵な、ヨショがね、ニヤニヤしてて、フランク・ビニョーラさんもニヤニヤしてて、やっぱり、チャーミングだからね、彼女ね。はい。よくわかんないけど、たまたまそこのシーンをこうね、撮っただけだろうけど。うん。そうなんです。いいなぁと思ってね。ぜひ日本来日してほしいですね。日本来日してぜひね、僕九州の方に住んでますから、九州までやってきてほしいですね。それぐらいちょっと行きなさいよって言われそうだけど。九州までぜひ来ていただけたら見に行きたいなと思いますけどもね。はい。ということでございます。こんな感じでですね、毎週火曜日、僕はただダラダラ喋る、ビデオポッドキャスト形式の動画を配信させていただいております。そしてですね、金曜日に、ハウツー動画だったり、機材のレビューだったり、そういった動画も出させていただいてますので、もしよろしかったらそちらの方もチェックしていただけたらと思います。ということで、ぜひですね、リンク下に貼っときますんで、概要欄にね、見てみて。本当に素敵だから、特に僕が一押しの、もうこれでズキュンってきた動画の URL 貼っときます。はい。めっちゃ素敵だから。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またね。